皆様、本日はですね、お野菜唐揚げシリーズ第2弾かな、しいたけ以前作ったと思うんですけれども、今回は新ごぼうとナス、こちらの唐揚げを作っていきたいと思います。はい、じゃあやっていきます。まずごぼうなんですけれども、新ごぼうすごい柔らかいので皮ごとで全然大丈夫だと思うんだけど、一回ちょっと流水でしごき洗いというかね、ちょっと汚れを落としたいと思います。ではこちら新ごぼうで、一応僕ね、金属製のたわしというかさ、スポンジみたいなのでこういう風にやれば薄い皮はどんどん取れていくので、でアクが少ないので新ごぼうはアク抜きとかもしなくて大丈夫です。はい、でもこれを本当に適当な大きさに、よいしょ、カットしていくだけですね。はい、ごぼうではお次、水洗いしたナス、まずヘタは落とします。でナスは乱切りでいこうかな。結構大きくて大丈夫です。一つのナス、まあそんな大ぶりのナスじゃないんで、小ぶりのナスなんで一つを4つに切るぐらいでいいかな。こんな感じでナスとごぼう、じゃあここに味付けしていきます。でも今回はナスも別に水にさらしてアク抜きとかもしなくて大丈夫です。ではまずチューブでいいので、今回生姜大さじ1/21ほど、にんにく、こちらはちょっとたっぷりめに大さじ1杯分ぐらいは入れます。でここにみりん大さじ1杯と酒大さじ1杯、お醤油、こちら大さじ2杯、大さじ3杯入れておきます。もう1杯、すみません、みりんも大さじ1だから、酒を大さじ1、みりん大さじ2、醤油大さじ3ですね。でごま油大さじ1杯でウェイパーを小さじ1杯ほどで、塩コショウ少々で、こちら全部入れたらよく混ぜ合わせます。ちょっとね、最初で混ぜるときね、ちょっとウェイパーは溶かしてあげて、はい、鶏肉とかほどね染みやすさはないと思うんですけれども、ちょっと下味でつけてほっとくとナスからね水分が出てくると思うので、それでより馴染むと思います。じゃあ混ぜ合わさったら、ちょっとこちら5分ほど放置してちょっと味なじませます。で味をなじませてる間に衣ですね、今回片栗と小麦を合わせようと思うんですけれども、片栗粉大さじで山盛り4杯ぐらいで、小麦粉も山盛りで大さじ2杯、片栗と小麦の割合2対1でやります。でこれ混ぜ合わせといて、それなりに馴染んだかな、いい感じに味が染みてそうなので、これで衣つけるんですけど、で今回は新ごぼうを使ってるんで、もうアク抜きもせず丸のままポロッと入れてるんだけど、普通のごぼうを使うんだったらさらにこれ縦半分とかに割った方がいいと思います。新ごぼうだから結構ね大胆にやってるだけで、大きいね普通のごぼうを使う場合はもうちょっと細めに切ってあげた方が味も染みやすいし火も通りやすいと思います。じゃあ衣つけときます。まずごぼうからいくか。ほんと軽くパッパッと周りにつけば、一旦ちょっと別のボウルに取り出しておいて、ちょっと衣なじませます。ほんまねすぐ入れちゃうとちょっと衣剥がれやすいんで、下味とあとごぼうから出る水分で少しだけ衣をなじませて剥がれづらくします。それごぼうだけじゃなくてナスもね同じようにやります。でナスは同様にやるんだけど、しっかり多分衣がつくのはこの皮がついてない身の方だけですね。で皮の方はそんなしっかりつけなくて大丈夫なので、ナスも同様に衣をつけたら少しなじませておきます。じゃあナスとごぼうはこんな感じで、衣がしっかりついてはいるんだけど、こんな感じでちょっとね水分でしっかりと色がね茶色っぽくなってる、馴染んでますね衣とあれが。はい、そしたら揚げ始めたいと思います。180度の油でささっと揚げていきます。ごぼうちょっとくっつかないようにだけ注意して、全部入れたらちょっとばらけさせてあげてね。
そしたらもういい揚げ色がつくまでしっかりと揚げていきます。でまあ今回新ごぼうを使ってて生でも食べれるやつなので、もう本当に表面にいい揚げ色がつくまでですね。で今2分ほど揚げたんですけれども、目安としては水分がね出てパチパチいう音がなくなってきたら多分いけてると思うので、揚げ色もいい感じだね。はい、じゃあごぼう出しときます。めっちゃいい匂いする。ごぼうはこんな感じで、同様にナスも高めな温度170度から180度の油で一気に揚げちゃいます。いきます。ごぼうよりはね水分があるんで、またこの衣つけてても皮目の方はね結構剥がれやすいですね。ツルツルになる。まあイメージはねやっぱ周りはちょっとサクッとしてるけど中はトロトロみたいなのが。はい、でナスもね同様に2分ぐらいかな。火は絶対すぐ通るんだけど、このねついてる表面の衣の部分がちょっとカリカリになるまでは揚げていきます。 OK かな。いい揚げ色ついたんで、じゃあナス出しときます。じゃあこちらでナスとごぼうの唐揚げ完成。実際食べていきたいと思います。では早速第2シリーズ野菜唐揚げいただきたいと思います。いただきます。ちょっといいですか。じゃあお先に。思いのか待って、マジでナス超うまいよ、こうちゃん。サクトロ。いただきます。これはすごい。これめっちゃうまいな。今までのナス料理で俺一番好き。これ超うまい。何これ、マジでサクトロ。新食感だね。本当にこの外側がトロでこっち側がサクサクだからもうサクトロよこれすごいうまいね。やっぱこうちゃんに揚げ物やらしとけば右に出るものいないわ。マジやばいこれ。オイルマスターってかっこいい塩でちょっといただきます。めっちゃでもさ、本当にさ、今こうちゃん塩つけて味付けいらないよね。なしで十分美味しいぐらい超しっかり。でも新ごぼうだっていいもん、そんなこと言ってる間に。じゃあごぼういただきます。いい音。これはサクの後のまたこのごぼうの食感だけで永遠に食べられるね、これ。これ両方ともなんで酒のつまみにも最高だもん。もう最高。しかもごぼうも俺味絶対染みないと思ってたんだけど結構染みてます。普通にこれだけで美味しいぐらい。やっぱタレつけて、ちょっと置いたのもあるんだけど、その後衣なじませてるから、衣とタレがなじんで衣にしっかり味がついてるんで待ってもうマヨ優勝。久々。ちょっと待って俺はマヨ優勝バカうま。じゃあこっち食べてみていい？これ後から開けたやつでしょ。結構最近の方、第2陣ようまっ。これはうまい。本当にマジで居酒屋の定番にしていいと思うんだけど、しかも簡単じゃん。めっちゃこうちゃんがいつも作ってるさ唐揚げもさ簡単な方なのかもしれないけどさ、こうちゃんが作ってみた。でもさ他の人からすればさやっぱ二度揚げって大変じゃん。二度揚げしないでこのクオリティってやばくない？あとこれ本当にナスが苦手な方でも絶対食べられる。絶対食べられると思う。マジでナスじゃない。多分一番最初目つぶって食べたらナスって分かんないかもしれない。分かんないと思う本当に。新しい食べ物っていう食材って思うと思う。やっぱ味付け的なこの唐揚げの風味が強いから、
でもこれ食感が最高よ、ほんと最高よ。ということで、本日はですね人気のね野菜や唐揚げシリーズ第2弾ということで、ナスと新ごぼうをこうちゃんに作っていただいたんですけど、しいたけもうまみが出ててめっちゃうまかったんだけど、今回のはもううまみも新ごぼうのうまみもあるんだけどアクがないからほとんどすごく食べやすいっていうのもあったんだけど、もう驚きはこれよ、ナスのサクトロ感マジでもうすごいうまい。感がすごい、食感がほんめっとちゃうまいっす。もうその食感だけでもういくらでもいけるぐらい美味しいのに、こうちゃんのやっぱ唐揚げって食べたことある方はご存知だと思うんだけどね、このねやみつきになるね醤油の感じがねほんと絶妙なんですよ。なんでもう信頼しきってぜひ食べてほしいなと思います。まあお酒で飲んでる方はもうビールあったらマジでもう永遠にいけると思う。本当に美味しいと思う。無限に食べれるとし飲めると思います。ということで、本日は以上になります。とっても美味しいし簡単なのでぜひ作ってみてください。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね。バイバイ。バイバイ。